よろしくお願いします。まずは、マーク3の海外版であるマスターシステムで発売されたストリートファイター2を見てください。ブラジルでのみ発売された、れっきとした公式ライセンスのソフトなんですね。ゲームとしての評価は、正直かなり癖があります。ただ、これがマスターシステムで動いているというだけで、かなり心が躍るんですよ。しかも、大きなキャラクターが2体も動いているのに、ちらつきがほとんどありません。この画面、冷静に見るとかなりすごいことをしています。この動画では、ゲームの動きを見ながら、ゲーマーには正直どうでもいいような、プログラマーのディープで細かすぎる視点から、ゲーム機の設計を深掘りしていきます。今回は、レトロゲーム機の背景画面の仕組みと、そこから生まれた、かなり無茶な表現を見ていきましょう。そもそも、レトロゲーム機の背景画面って、どんな仕組みなのでしょうか？イメージとしては、立体ではなく、平面的なマインクラフトだと思ってください。マインクラフトでは、いろいろな柄の立体的なブロックを並べて、世界を作っていますよね。それに対して、レトロゲーム機では 8×8 ドットのような小さな絵のブロックを平面的にタイルのように並べて背景を作っています。この小さな絵のブロックがいわゆるタイルやキャラクター、パターンと呼ばれるものです。では、なぜこんな少し面倒な仕組みにしたのでしょうか？理由はとても単純です。当時はメモリがとても高価だったからです。今のゲーム機やパソコンなら、写真のような映像をそのまま表示することもできます。でも、そのためには大量のメモリが必要になります。一方で、ファミコンが使える RAM は、わずか合計で 4KB しかありません。このメモリ量で、画面全体を自由な画像として持つのは、かなり厳しいんですね。だからこそ、同じ絵の部品を何度も使い回す必要がありました。つまり、それがタイル方式だったわけです。この仕組みは、ゲーム機だけから突然生まれたものではありません。例えば、iPhone で有名な Apple が、1976年に発売した最初期のコンピューター、Apple I があります。この Apple I は、最小構成だとメモリが 8KB しかありませんでした。そのため、画面表示は40文字 ×24 行の文字表示が基本で、写真を表示することはできませんでした。40文字 ×24 行なら、画面上の文字数は960文字です。1文字を1バイトで管理するなら、画面の内容は、たった960バイトで表現できます。では、もし同じ画面をピクセル単位の画像として持とうとすると、どうなるでしょうか？仮に1文字を 8×8 ドットとして考えると、モノクロ画像として持つだけでも、約 7.5KB が必要になります。この差は、当時のコンピューターやゲーム機にとって、ものすごく大きいものでした。そして、この文字を並べて画面を作るという考え方を、ゲーム向けに発展させたものが、レトロゲーム機の背景画面です。文字の代わりに、8×8 ドットの絵を表示するわけですね。樹木、草、床、壁、地面、宝箱。そういった小さな絵をたくさん並べて背景を作っていきます。これがタイル方式の生まれた経緯と正体です。つまり、レトロゲーム機の背景画面は古いコンピューターの文字表示方式から続くかなり由緒正しい仕組みなんです。では、ストリートファイター2を見ていきます。まず驚くのは、大きなキャラクターが2体も出ているのに、ちらつきがほとんどないところですね。マスターシステムは、8×8 ドットのスプライトを最大64枚まで表示できます。ただし、横1ラインに出せるのは8枚まで。見た目だけで考えると、キャラクター2体をスプライトで描いたら、横1ラインに8枚では足りないように見えます。でも、実際の画面では、なぜかほとんどちらつきません。ここに、この移植の大きな工夫があります。
実は右はスプライトで描かれていますが、左は背景画面で描かれているのです。最初に両方ともスプライトだと思ったのは、キャラクターと背景が重なっても絵が破綻せず、かなり自然に見えていたからなんですね。では、背景画面で人物を描くとはどういうことなのでしょうか。これは CPU が背景に描くキャラクターと本来の背景をRAM上でリアルタイムに合成してから VRAM へ送って表示しているのです。もちろん、かなり重い処理になります。そのため、画面の更新は4フレームに1回くらい。つまり、秒間15フレーム程度しか出ていないように見えます。キャラクターは大きいものの、その分動きはかなり重く、アニメーション枚数も少なめに感じます。さらに、背景画面を使っている以上、8×8 ドットのタイルの単位での描画にも縛られます。そのため、動きも少しカクカクして見えるわけですね。かなり強引な方法ですが、それでもマスターシステムでストリートファイター2らしい画面を作ろうとした力技の移植だと思います。しかしこれは、マーク3やマスターシステムで大きなキャラクターを表示するためのかなり面白い力技でもあります。ところで、ファミコンに比べると、マーク3やマスターシステムでは、背景画面をスプライト代わりに使うような表現が目立つと思いませんか？例えば、スペースハリアー。アフターバーナー。アウトラン。そしてファンタシースター。これらでは背景画面そのものを大きく書き換えることで巨大な物体や疑似 3D 空間を表現しています。では、なぜマーク3やマスターシステムではこうした表現がやりやすかったのでしょうか。理由はいくつかありますが、技術的に大きいのは VRAM を書き換えられる時間の違いです。これらのゲーム機では CPU が VRAM を普通の RAM のように直接書き換えることはできません。画面の描画中は、グラフィックチップが VRAM を優先的にアクセスしたいので、グラフィックチップが VRAM を管理しています。CPU が VRAM にアクセスしたいときは、CPU はグラフィックチップに読み書きの要求を出し、グラフィックチップは描画の合間の毛が空いたときにその要求を実行するのです。そのため、CPU が VRAM を書き換えられるタイミングには制限があります。ここで重要になるのが、画面を描画していない時間です。昔のブラウン管テレビでは、画面の端が見切れたり歪んだりすることがあったため、ゲーム画面には上下左右に余裕を持たせることが多くありました。このうち、特に上下の余白は、画面を描画しなくていい時間になるので、グラフィックチップが暇になるタイミングです。この上下の余白を V ブランクと呼びます。つまり、CPU が VRAM にアクセスしやすい時間でもあるわけです。日本やアメリカ向けの一般的なテレビ方式では、1フレームはおよそ262ラインで構成されています。ファミコンは、そのうち約240ラインを画面の表示に使うので、
V ブランクは22ラインとなります。一方で、マーク3やマスターシステムの画面表示は192ラインになるので、V ブランクは70ラインとなります。つまり、画面表示に使っていない時間が、その分長く残ります。単純に見ると、マーク3やマスターシステムは、ファミコンより VRAM を書き換えやすい時間をかなり多く取れるわけです。この差は非常に大きいです。だからこそ、背景画面をただの背景ではなく、巨大なキャラクターや疑似 3D 表現のための描画領域として使うような、かなり大胆な表現が成立しやすかったのだと思います。もちろん、これはファミコンが弱いという話ではありません。そもそも、背景画面をここまで無茶に使うこと自体が、本来の想定からかなり外れた使い方なのですから。背景を無茶に使うパターンには、いくつか種類があります。まず一つ目は、画面全体を背景アニメとして使うタイプです。これは先ほど見ていただいた、スペースハリアー、アフターバーナー、アウトラン、ファンタシースターあたりになりますね。これらは、画面全体のタイルの並びやパターンを大きく切り替えることで、疑似 3D のような動きを作っています。つまり、スプライトで巨大な物体を動かしているというより、背景画面そのものをパラパラまんまのように描き換えているわけです。特にスペースハリアーやアフターバーナーのようなゲームでは、奥から手前に迫ってくる地面や障害物を背景の書き換えで表現しています。ファンタシースターのダンジョンも同じ方向の発想で、3D 空間をリアルタイムに計算して描いているというより、あらかじめ用意された背景パターンを高速に切り替えて、奥へ進んでいるように見せています。背景というより、画面全体を巨大なアニメーション素材として使っている、という感じですね。二つ目は、キャラクターそのものを背景画面で描いてしまうタイプです。ここで見てほしいのが、ゴールデンアックスです。このゲームでは、ステータス表示などの固定部分を除くと、動くキャラクターの多くが背景画面で描かれています。しかも、それらは CPU でリアルタイムに合成されています。さすがに、これはかなり重い処理になります。そのため、コマ送りで確認すると、キャラクター部分の更新は8フレームに1回です。秒間にすると、およそ7フレーム半になります。中央機では、敵はスプライトで描かれていますが、自分のキャラクターは背景画面で描かれています。こちらも実測すると、6フレームに1回の更新です。秒間にすると、およそ10フレームになります。ゆっくり進むゲームシステムだからこそ、この遅さでも成立しているのかもしれません。モータルコンバットでは、さらに少し変則的な使い方をしています。ストリートファイター2と同じように、片方はスプライト、もう片方は背景画面で描いているように見えます。ただし、スプライトで描くキャラクターと背景画面で描くキャラクターがいつも同じタイミングで更新されているわけではありません。モーションによってフレームの間隔が変わる場面があります。最初はかなり雑な作りに見えるかもしれません。しかし、よく見ていくと、スプライトを使うところ、背景画面を使うところ、そしてフレームレートを落とすところが意外と考えられています。ただ無理やり移植しているだけではなく、ゲームの特性に合わせて、かなり工夫された設計になっているわけですね。最後は、マスターシステムのガントレットです。このゲームは、大量の敵が画面に出てくるタイプのゲームです。普通に全部をスプライトで描こうとすると、スプライト枚数や横1ラインの制限にすぐ引っかかります。そこで、動くものをすべてスプライトにするのではなく、背景画面もキャラクター表示に使っているように見えます。つまり、一体の巨大ボスを背景で描くというより、大量に出てくる敵やオブジェクトを背景側にも逃がしているタイプですね。これもかなりレトロゲームらしい発想です。動きは 8×8 ドット単位になりやすく、スプライトのような滑らかな移動は苦手になります。
でも、大量の敵が押し寄せてくるガントレットでは、滑らかさよりも、画面にたくさん出ていることの方が重要です。こうして見ると、マスターシステムの背景画面は、ただの背景ではありません。限られたスプライト性能で、どうやってゲームを成立させるのか、その答えの一つが、背景画面を自由に使い倒す、という発想だったわけです。今回はこれで終わりです。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思います。聞いてくれて、ありがとうございました。では、またね。